週末の買い物リストを夫が家のシステム用に買い替えたばかりのタブレットに設定していた。通知がポップアップした。彼がログアウトし忘れていたのだ。共有の暗号化された家族用カレンダーに。見覚えのないものだ。見知らぬプロフィール写真はたった1枚。それをタップした。私の小さな王女プライベートメモと題されたリストが画面を埋めた。私の小さな王女はアルコールを飲まないミネラルウォーターかハーブティーのみ。夜更かしは厳禁。睡眠には完全な静けさが必要。繊細で不安になりやすい家には新鮮な白いユリを、手元にはお気に入りのバニラチョコレートを常備。ゆっくりとスクロールした。私の表情は読み取れない。最後の項目は太字。ハイライトされていた。来週の水曜日、私の小さな王女をウェディングクラウンの選びに連れて行く。画面を閉じた。そしてスマホを手に取り、夫に電話をかけた。あなたと私は優しく言った。あなたの小さな王女はクラシックなヨーロッパ風のブライダルクラウンがお好みなの？それとももっと伝統的なもの？選ぶのを手伝おうかと思って。第一章。電話の向こうでアレクサンダー・コールの息が半秒止まった。彼は柔らかく笑った。今度はどんな冗談だい？その声は低く、落ち着き、完璧に制御された。8年間、取締役会も血に塗られた交渉も支配してきた、あの声と同じものだ。小さな王女？何の話をしているのかさっぱりわからないな。静かな笑い声が続いた。甘やかすような。慣れ親しんだ響き。私の小さな王女は彼は滑らかに言った。ずっと君だけだ。君だけなんだよ。私は電話を握る手に力を込め、防弾層の向こうの静かな夜を見つめた。共有カレンダーにいる小さな王女の話を私は軽い口調で返した。結婚式の冠を選びに連れて行くって書いてある、あの人の。彼の口調はたちまち和らいだ。何か腑に落ちたかのように。ああ、それか彼は言った。ダニエルのためだよ。彼が結婚するから、手配を手伝ってくれって頼まれてね。ダニエル。彼の最も近しい盟友。彼の右腕。私たちの結婚式で彼の傍らに立った男。アレクサンダーは、私がそれを疑わない理由をよくわかっていた。彼はいつも雑なんだ。アレクサンダーは隙のないまま続けた。彼に言っておくよ、プライベートなものを俺のアカウントに同期するなって。エマに誤解されて嫉妬されたくないからな。なんて完璧な言い訳だろう。親密ね、私はつぶやいた。二人の仲は本当に固いのね。ブライダルクラウンみたいに個人的なものを選ぶのを手伝う。なんて。アレクサンダーは私の流れに容易に乗った。もちろんさ。俺たちは用順地味だ。彼は婚約者を甘やかしすぎるんだよ。正直、ちょっと嫉妬しそうなくらいだ。そして、いとも簡単に話題を変えた。エマ、考えすぎないで。家族向けの儀式用の君の冠はもう確認した？運転手に持ってこさせるよ。いいえ、結構私は答えた。私で手配は済ませてあるから。電話を切った。スクリーンショットはすべて保存した。それから15分も経たないうちに玄関のドアがロック解除された。アレクサンダーが戻ってきた。彼は後ろから近づき、腕で私の腰を抱き、顎を軽く私の肩に乗せた。敵さえも油断させる、慣れきった仕草だ。会議は残りをキャンセルした彼は低くつぶやいた。君を一人にしたままにする気がしなくて。彼は私を優しく向き直らせた。その黒い瞳はとても説得力があり、とても誠実で。かつては一族丸ごとを破滅に導くほどに騙し切った。最近忙しすぎたかな？
彼は柔らかく尋ねた。君をないがしろにしてしまった？電話で君の声を聞いたとき彼は続けた。他に何も大切じゃなくなった。取引も同盟も。ただ君だけだった。彼はすべての責任を一身に引き受けた。注意深く。完璧に。私を疑心暗鬼に陥った陰謀を追う妻のように見せながら、かつては命を預けて信じていた男を見つめた。ただ疲れてるだけかも私は静かに言った。彼ははっきりと安堵の息をついた。バカな子だ。彼の親指が愛おしそうに私の鼻をツンとした。もう考えないで。夜にするようにお茶を入れてあげる。彼は仕立てのジャケットを脱ぎ、さりげなく脇に放り投げた。彼がキッチンへ消えていくのを見送った。私が彼のジャケットをきちんとハンガーにかけようと手に取ると、内ポケットから何かがすり落ちた。一枚のカード。重厚。金のエンボス加工。コンティプライベートアトリエブライダルコレクション引換確認書。第2章。オーダーメイド作品の名前は星なき夜。レシートには珍しい素材、数ヶ月に及ぶ手作業。そして闇の世界で沈黙あるいは忠誠を変えるほどの価格が記載されていた。下部には受取人の名前が手書きされていた。私の名前ではない。ダニエルの婚約者の名前でもない。私はその薄い紙切れを長い間見つめ、それから兄の番号にダイヤルした。E さん。私の兄は単なる家族ではなかった。彼はヨーロッパでも最も口の固い私立探偵の一人だった。夫のような男たちが問題を消し去りたいときに雇う種類の。E さん、私は冷静に言った。名前と住所を送るわ。彼女が誰なのか、そしてアレクサンダーにとってどんな存在なのかを知りたい。間があった。任せてくれ、彼は答えた。数日くれ。その数日間は息が詰まるようだった。アレクサンダーは慈愛そのものに変貌した。朝のキスがこめかみに押し当てられる。夜は腕で私を包み込み、まるで消えてしまいそうで恐れるように抱きしめる。彼は私を車で送り迎えし、運転手を休ませ、レシピまで学び始めた台所に立ち、袖をまくり、家庭的な献身を演じて、彼はその役を完璧に演じた。ほとんど誤解されかけたことで心を痛めている男。償いを切望する夫。木曜日の午後、彼の祖父からの電話がかかってきた。コール家の長老だ。私の健康や日常を尋ね、そして滑らかに歯を向けてきた。エマ、彼は言った。声は老いているが力強い。君とアレクサンダーも結婚して3年になる。もっと家族に集中する時だ。男のキャリアは彼の年齢が最も重要な時期だ。彼は続けた。家庭には後方を安定させられる女性が必要なのだ。アレクサンダーは有能だ。そして君を大切にしている。君は彼の立場を固める手助けをすべきだ。言葉の一つ一つは礼儀で包まれ、気遣いで和らげられていた。それでもなお、血を流すには十分な鋭さを帯びていた。私は習慣で答えた。電話が終わるとアレクサンダーが入ってきた。手には陶器のカップが揺れていた。祖父？彼は低い、しかし知り尽くした声で尋ねた。また長老のチェックか？私はうなずいた。彼は静かに息を吐き、私を腕の中に引き寄せた。彼の言葉に縛られるな。彼はつぶやくように言った。彼は人生を家族を守ることに費やしてきた。支配こそが彼の愛し方なんだ。そして、より柔らかく私を落ち着かせるための安心させる口調で。君がその重荷を背負う必要はない。君は俺の妻だ。君が正しいと思うことをすればいい。彼は言った。祖父の相手は俺がする。
いつだって。彼は誠実に聞こえた。私は彼の胸に寄りかかり、嘘の静かな腐敗を息に吸い込んだ。木曜の夜、E さんから電話があった。全部手に入れた彼は言った。彼の声は冷たかった。プロフェッショナルな調子。その女は送られてきた住所に住んでいる。名前はライラ・グラント。23歳。ミコゼ前にアレクサンダーの会社に入った。外見は無邪気だ。物静か。誰もいないときは彼のことをアレックスと呼んでいる。それから彼は間を置いた。重要な部分だ。監視カメラの映像を引っ張り出した。2日前、アレクサンダーが自ら彼女をプライベートジュエラーに連れて行った。採寸、デザイン相談彼は収拾きっきりだった。私の心臓が締め付けられた。まだある E さんは続けた。そして、もっと悪い。彼女のプライベートクラウドにアクセスした。パスワードはアレクサンダーの誕生日だった。中には写真が何百枚もあった。彼が送ってきたファイルを開いた。アルバムのタイトルは、私の騎士。一番最近の投稿は2日前の日付。彼はこの冠は私だけのものだと言った。彼自身と同じように。来週の家族夕食会で私に名前を与えると約束してくれた。画像には、息を飲むほど繊細なブライダルクラウンが写っていたダイヤモンドとサファイアが星座のパターンにセットされている。私はすぐにそれと分かった。それらの石はクリスティーズで購入されたもので、アレクサンダー自身が出席した非公開オークションで記録を打ち立てたものだ。彼は、それが私の記念日の贈り物のためだと言っていた。スクロールを続けた。昨夜、私が崩れ落ちたとき、彼は街の半分を横断して私のもとに来てくれた。お気に入りのバニラチョコレートを持ってきてくれた。朝まで抱きしめてくれた。彼は、彼がここにいる限り、私は二度と苦しまないと言った。その写真は、私の視界をかすませた。眠るアレクサンダー。わずかに潜めた眉。片手は彼女の手をしっかり握りしめて。位置情報のタグは私たちの寝室ではなかった。あのプライベートなセーフハウスだ。かつて彼が入ることを許されているのは私だけだと言ったあの場所。保護のために、信頼のために作られたあの場所。さらに下へ。私の新しい家。彼はここは私だけのものだと言った私だけの城だと。画像には海岸を見下ろす丘の上のビラが映っていた。白い石。高い門。プライベートな警備。かつて私が何気なく感心し、家族用にとってあると言われた場所。スマホが感覚を失った指から滑り落ちた。画面は大理石の床で粉々に砕けた。そしてその瞬間、私の中の何かもまた粉々に砕けた。第3章。私はソファに沈み込み、完全に空っぽになった。8年間。鉄門の陰で盗み食いのように交わしたキスから。クリスタルのシャンデリアの下でドンの妻として彼の傍らに立つまで。彼がかつて私にしたあらゆる約束。愛だと思い込んでいたすべての犠牲が。今やまるで焼けた烙印のように何度も何度も胸に押し付けられて燃えていた。彼は私を愛していると言った。それなのに私の家で眠りながら別の女を抱きしめていた。彼は会議中だと言った。それなのに真夜中に街を横切って別の誰かの涙を癒しに行っていた。彼はかつて私が彼の不変の存在だと言った。私が彼の人生で唯一変わらないものだと言った。それなのに私の背後で。彼はすでに私を含まない未来を選び終えていた。私の胃は激しく寝れた。吐き気を催すことをほとんど抑えきれず、
シンクに駆け寄ると嘔吐した。心がまだ完全には受け入れていないものを体が拒絶していた。冷たい大理石の壁にもたれ、喘ぎ、震えた。それは、なぜ私は十分じゃなかったの？という問いではなかった。もっと悪かった。いつの間にか、私は彼が許す空間に自分を縮めて合わせ始めていた？いつの間にか、沈黙を平和と取り違え始めていた？声が出なくなるまで泣いた。そして、笑った。立ち上がり、冷たい水で顔を洗い、鏡の中の自分を見つめた。痛みは忠誠心を買わない。涙は罪悪感を呼び起こさない。彼がきれいな終わりを、体裁の良い意向を望むのならよかろう。私は彼にその尊厳を与えてやろう。ちょうどその時、アレクサンダーが入ってきた。私を見るなり、彼の表情が変わった。彼は早口で言い、部屋を横切って近づいた。どうした？顔色が悪いぞ。彼は手の甲を私の額に当てた。私は赤く腫れた目で彼を見上げた。アレックス、私は囁いた。もうこれ以上、持ちこたえられそうにない。彼は凍りついた。それから心配が完璧に定位置に滑り込んだ。どこが痛い？今すぐ病院へ行く。彼はコートに手を伸ばした。いいえ。私は彼の手首を掴んだ。ただ胸が苦しいの。彼は私の前にひざまずき、私の手を握りしめた。俺のせいだ。彼は優しく言った。ずっと家族の仕事に埋もれていた。君をないがしろにしていた。大切なのは君だ。取引じゃない。権力じゃない。償わせてくれ。スケジュールを開けるからコモコに行こう。二人きりで。君はあそこがずっと好きだった。彼の声は誠実に聞こえた。まるで裏切りではなく疲労が問題であるかのように。私は微笑んだ。わかった。静かに言った。あなたが一番いいと思うことをするわ。家族の集いは翌週に行われた。夕食会ではない。サミットだ。コール家は一つのプライベートエステートを丸ごと封鎖していた。すべての門に武装した警備員、歩道には黒い車が静かな万兵のように並ぶ。内部では、武器の流通路、政治的便宜を支配する男たちが、クリスタルのグラスを傾けながら低い声で話していた。アレクサンダーはそのすべての中心に立っていた。黒の仕立て服。落ち着いた微笑み。絶対的な権威。ドンだ。彼の傍らにはダイヤモンドをまとった母が立ち、誇りが彼女の姿勢のあらゆる線に刻み込まれていた。ホールの最上座には彼の祖父が座っていた。支配者ではなく支配の記憶。長老。権力は選ばれるものではなく継承されるものだという思い出。エマ老人が呼びかけた。こちらへ来なさい。私は歩み寄った。彼は自分の隣の席を軽く叩いた。座りなさい。それから理にかなっているように聞こえるほど優しく、拒否の余地を残さないほど鋭い声で、この家には跡継ぎが必要だ。アレクサンダーは家計のことは考えている暇もないほど重責を担っている。君は彼の妻だ。自分の義務を理解しなければならぬ。安定。継続。血筋。私はうつむいた。彼が続ける前にアレクサンダーが近づいた。祖父彼は滑らかに言った。エマは体調が優れない。安静にするように言ってあるんです。彼は手を私の椅子の背もたれに置いた守るように。所有するように。完璧に。長老はぶっきらぼうに彼を払いのけた。アレクサンダーは身をかがめ、私の耳元で囁いた。祖父の言うことは気にするな。
俺は君が今のままの君でいい。私はかすかに微笑んだ。そして彼女を見た。部屋の向こう側に。ライラ・グラント。彼女は淡いシャンパン色のドレスを着て、繊細なストラップ、肩にかけたシルクのショール。柔らかいカーリーヘア。ほとんど化粧していない様子。片手は無意識のうちに下腹部に当てられていた。彼女はアレクサンダーのいとこの一人の傍らに立ち、無害な同伴者のふりをしていた。アレクサンダーの目が彼女に一瞬泳いだ。ほんの一瞬だけ。しかし、そこにあった満足感確信私にははっきりと見えた。それから長老が静粛を求めた。ドンが演説をする時が来たのだ。アレクサンダーは演壇に上がった。彼は利益、拡大、同盟関係を説明した。そして彼の視線が私を見つめた。祖父に感謝したい。彼は言った。我が一族に。そして妻のエマに。すべての目が私に向けられた。しかし彼は落ち着いて続けた。今夜、私は難しい決断を発表しなければなりません。部屋は静寂に包まれた。私、アレクサンダー・コールは、エマ・コリンズとの婚姻関係を解消します。衝撃がホールを駆け巡った。長老は床に杖を叩きつけた。アレクサンダーこれは。アレクサンダーは彼を見なかった。私たちの結婚生活は長年、空虚なものだった。彼は冷たく言った。そうよれない優先順位。感情の一致なし。彼女は自分の役割より自立を選んだ。それから私はこの家が必要とするものを理解する人に出会った。野心より家庭を重んじる人を。そして彼女は今私の子を身ごもっている。